あなたは人によく思われたいと思ったことはありますか？多かれ少なかれ誰の心の中にも存在する承認欲求。その欲望が行き過ぎた女性がいました。彼女の名前はドロシア・プエンテ。1970年から80年代のアメリカで社会的弱者への介護事業で生計を立てていた彼女は人当たりの良い性格と美貌で周囲から人気を集めていました。実業家として順風満帆なキャリアを積んでいるように見えたドロシア。しかし彼女にはある裏の顔があったんです。ドロシアは入居者のお金と命を吸い取っていたんです。経営する下宿の入居者から金銭を搾取していた悪女ドロシア・プエンテ。なぜ彼女はお金だけではなく人の命まで奪ってしまったのか。実は彼女の中にはいつまでも満たされない底なしの欲求があったんです。おっそす、春はなんか沖縄でドライブデートしてみたいケンちゃんです。メンソーレ。私をみんなの一番にしてやみやみこです。本日ご紹介するのはですね、優しい下宿屋のおばあちゃん経営者が実は殺人鬼だったという、ね、お話なんです。もう怖すぎ皆さんもね、周りにね、実はね優しいイメージだったんだけどあいつ最悪だったわみたいな人いませんか？まずはドロシアが経営する介護福祉施設で起こった凄惨な事件を見ていきたいと思います。サクラメントのマザー・テレサ。遡ること35年ほど前の1986年8月19日、アメリカカリフォルニア州サクラメントの介護福祉用の下宿施設で不気味な神隠しが発生します。施設の入居者である高齢女性ベティ・パーマーが何の音沙汰もなく突然失踪したんです。なぜ急にいなくなってしまったのか。その真相は誰にもわからないまま、ベティの手がかりは一向に見つからず、ただ時間だけが過ぎていきました。この施設を運営していたのはドロシア・プエンテという70代の老婆。ドロシアは普段から上品な装いや振る舞いを見せており、彼女が施設内で振る舞う手料理の味も絶品。サクラメントのマザー・テレサと呼ばれるほど気高い人物だったんです。私みたいにハイセンスな女性だったってことね。違うし、マザー・テレサといえばあんまイメージないんですけど、あんま言うとね、いろいろなところから言われちゃうんで、ここまでにしていきます。上品な貴婦人ドロシアは介護福祉事業で成功した敏腕経営者であっただけではなく、慈善活動にも積極的でした。ホームレスや麻薬中毒者への支援を積極的に行い、アメリカ社会でも高く評価されていた女性実業家だったんです。彼女が経営している介護福祉施設は大人気で多くの人々から愛される場所でした。しかしそんな場所に暗雲が立ち込めるんです。先ほどのベティの失踪を皮切りに神隠しが頻繁に起きるんです。その数なんと7人。失踪の原因は誰にもわからないまま。しかしベティの失踪から2年後の1988年11月11日、事態は大きな急展開を迎えます。警察による必死の捜索によってついに7人の居場所が判明したんです。そこはドロシアが経営していた下宿の庭。なんとこの7人はドロシアによって睡眠薬を大量に飲まされ、地面に埋められていたんです。一番信頼されてる人間に殺されるとか最悪じゃん。いや、そうなんですよ。実はね、みんながね、貴婦人だと思っていた人がね、一番社会的な善人を装い、裏では7人もの人に手をかけた悪女ドロシア・プエンテとは一体どのような女性だったのでしょうか。ドロシアは1929年のアメリカカリフォルニア州レッドランズの家庭で4兄弟の長女として生まれました。ドロシアの育った家庭環境はまさに最悪。母親は重度のアルコール中毒で、ドロシアが物心ついた時にはすでに酒に溺れる生活。家事や育児を一切しなかったんです。そんな中、ドロシアの面倒は一番上の兄が見ていました。一方、父親はドロシアが生まれた時から病気で寝たきり。しかもドロシアが4歳の時には結核でこの世を去ってしまうんです。母親は我が子の面倒を一切見ることはなく、育児放棄を続け、ドロシアは長男と一緒に弟と妹の面倒を見ていました。そんなドロシアにとって唯一の救いは兄弟の存在。しかし彼女が6歳になった頃、さらなる悲劇が訪れます。母親がオートバイ事故で亡くなってしまうんです。この母の死をきっかけに一家は離散。兄弟はそれぞれ施設や親戚に引き取られ、離れ離れになってしまったんです。幼少期に恵まれてないシリアルキラーめっちゃ紹介してきたけど、ドロシアの例に漏れずって感じね、これ。人っていうのは生まれながらに決まるっていうより、後々のね、環境によって決まる要素がでかくてですね、劣悪なね、家庭環境にさらされると、人格にもね、いろんな影響がね、出てくるんですよ。ドロシアはね、この後ね、一体どんな人生を歩んでいくのか。愛着障害。
ドロシアは親戚に引き取られ学校を転々とするんですが、転校先の学校でドロシアは担任教師に心配されてしまうんです。それはドロシアが周りに嘘をついて自分に関心を集めようとしていたから。担任教師はドロシアの虚言癖を心配し、義父母に娘さんに精神カウンセリングを受けさせた方がいいなどと助言するほどだったんです。しかしなぜドロシアはそこまで自分に注目を集めたかったのか。その理由は彼女が幼少期に体験した母親の育児放棄が原因でした。幼い頃のドロシアは母親に構ってもらいたいがために嘘をついて母親の関心を引こうとしていたんです。しかし母親は一向に彼女に関心を示しません。そのためドロシアは母親に関心を持ってもらおうとより大きな嘘をつくことを続けていたんです。ドロシアはこうして母親に対して嘘をつき続けたことで強烈な虚言癖を身につけてしまったんです。結局母親は最後までドロシアに関心を持つこともなくこの世を去ってしまったんです。構ってほしいがために嘘を作っても悲しすぎるわよ。さらにドロシアの人間性の問題は虚言癖だけではないんです。ドロシアは虚言癖だけではなく、ある状態に陥っていました。それは愛着障害。愛着障害とは、養育者との愛着が何らかの理由で形成されず、子供の情緒や対人関係に影響が生じること。子供が最初に人間関係を持つのは母親の場合がほとんどなんです。ドロシアの場合は母親から育児放棄を受けたことで、最初の人間関係を適切に築くことができませんでした。そして愛着障害の一番の問題点は、他人とのコミュニケーションが不安定になること。普通はね、子供は親を見て人間関係の構築方法を学んでいくんです。ですがドロシアはね、劣悪な家庭環境だったがゆえに親からそれを学ばずして成長してしまったんです。そして愛着障害には2つのタイプがあるんですが、ドロシアはその中でもヤバい方のタイプだったんです。愛着障害の一つ目のタイプは、自分自身に惨めさを感じ続けたり、マイナス思考を持ちやすくなってしまう反応型。大体の愛着障害はこの反応型に当てはまるとされているんですが、ドロシアはもう一つのタイプだったんです。それは脱抑制型。この脱抑制型は反応型とは全く異なる特徴を持っています。このタイプは誰にでも無差別に愛着行動を示したり、自分に注目を集めようとして見境なく親しげな振る舞いをします。そのためドロシアは周りの注目を集め、無差別に虚言を撒き散らすようになっていったんです。すっごい矛盾してるようだけどさ、超絶積極的な超絶コミュ障ってことでしょこれ。コミュ力ないから嘘ついたりいろんなことをしたりしてね、注目集めようって魂胆なんです。だからといってこれだけで人を殺すやばいやつになるとは思えないけどな。早速なんですがね、学校をね、卒業した後のドロシアどうなったか見ていきたいと思います。止まらない欲求。ドロシアは17歳で学校を辞めて社会に出ました。虚言と異常なコミュニケーションを取る癖があるドロシア。そんな彼女が社会でうまくやっていけるのか不安なメトラーもいると思うんですが、彼女には持ち前の武器があったんです。それは美貌。端正な顔立ちで美人だったドロシアは男性からかなりモテたんです。そんな男性たちの中でも特にドロシアの気を引いたのはベトナムからの帰還兵フレッドでした。この二人は後に交際、ほどなくして結婚を果たしたんです。過酷な環境で育ってきたドロシアがやっと幸せを手にしたとはいきませんでした。夫フレッドが突然心臓発作で亡くなってしまったんです。幸せに手に入れたって思ったのに、悲しみにねくれるドロシアなんですがね、めっちゃ美人なんで周りの男性が放っておかなくて、生涯でね4回も結婚してるんですよ。彼女の結婚人生はどれも長くは続きませんでした。まずドロシアは子供への愛情が持てませんでした。なんと自分の子供に虐待を行っていたんです。そしてドロシアのひどすぎる虚言に夫が疲弊してしまい、その度に見限られ離婚を繰り返すんです。さらにドロシアは底なしのある欲求がありました。その欲求こそが今から起こる事件の全ての元凶だったんです。子供の頃にさ、自分が愛情を受けずに育っちゃったから、自分がどう子供に接したらいいのかっていうのが多分分かってなかったのね、これね。いや、そうなんですよ。そしてね、ドロシアはある欲求を満たすために行動に出るんです。ドロシアは39歳の時にあることをしようと思い立ちます。それは介護福祉事業での起業。高齢者だけでなくホームレスや薬物中毒者など身寄りのない人々を受け入れる下宿事業を開始したんです。社会的弱者のためにという大義名分のもと、ドロシアは懸命に働きました。しかしドロシアには慈善の心などなかったんです。彼女がこの施設を作った理由はお金。なんとドロシアは入所者が受け取るべき年金や生活保護費を言葉巧みに騙し取るためにこの施設を作ったんです。実はドロシアはブランド品が大好き。タクシーに乗れば運転手に多額のチップを払い、お酒の席では見知らぬ人にも気前よくおごるなど金遣いが荒かったんです。さらにドロシアがこのようなお金の使い方をするのにも彼女なりの理由がありました。それは承認欲求を満たすこと。ドロシアは心の底からこう思っていたんです。他人に立派
派な人と思われたい、見下されたくない、仕事ができてお金持ちで上品で美人な女性に見られたい。なんとドロシアはブランド品で身を固め、お金を使っているところを見せつけることで承認欲求を満たしていったんです。ドロシアのこの異常なまでの承認欲求は幼少期のトラウマと愛着障害によって生まれた産物に他なりません。彼女の底なしの承認欲求はここからさらなる暴走を始めます。つまりね、彼女が介護事業に参入したのは社会的弱者をね救っている自分っていうのをねこう世間に見せつけるため、これが1点、そして2点目はですね、裏ではね年金とかね生活保護をね騙し取ってお金をがっぽり稼ぐため、この2点目もねあったんです。この1点目と2点目、これを満たすっていうのがね介護事業だったんですよね。もう助け必要としてる人の弱みにつけ込んでさ、しかも自分もいいように見せると本当の調子乗りのクズじゃないこいつ。というわけでね、本日のメトラキーワード、承認欲求というのは褒められたい、一人の人間として認知されたいという私たちの欲求のこと。例えばちゃんと挨拶をして礼儀正しく接してもらうということだけでも承認欲求が満たされると言います。ドロシアのように大きな承認欲求の形成には親子関係や幼少期の経験が影響していると考えられますが、大人になってから承認欲求が強くなることもあるんです。全く認めてもらえない時期が長引くうちにどんどんこじらせてしまうということなんです。ちなみに最近では遺伝によって左右されるという学説も存在します。あんたが私のこと褒めてくれないから、私の承認欲求は満たされないわよ。あ、そうっすか。はい。さてね、底なしの承認欲求に取り憑かれたドロシアなんですが、ついに殺人に目覚めてしまう時がやってくるんです。承認欲求の果てに。ドロシアは承認欲求を満たすために介護施設で詐欺を働いて金銭を騙し取っていたんですが、ついに殺人を起こしてしまうんです。それは1986年、被害者は施設の入居者ベティ・パーマーでした。ドロシアの目的はもちろん金銭、被害者の預貯金や年金を奪い取るためでした。その後もドロシアは合計で7人もの入居者に睡眠薬を大量摂取させ殺害。被害者たちの貯金や年金、生活保護費を自分のものとして着服したんです。被害者の遺体は速やかに隠蔽しました。しかし遺族や周囲の人間はそのことに気がつかなかったのでしょうか。ここでドロシアの得意な虚言が生きるんです。ドロシアは遺族から被害者の安否を問われると、私と一緒に旅行に行ったきり旅行先の土地に住み着いてしまったなどと大嘘をつき、事件が明るみに出ないようにごまかし続けていたんです。年金や生活保護は本人が死亡すると給付がストップしてしまいます。そこでドロシアは得意の嘘を使って彼らが死んだことを行政にバレないように被害者の存在を世の中から抹消していたんです。こうしてドロシアは彼らの口座に振り込まれる金を横領し続けることができたんです。ともこいつ、自分のために他人蹴落とすやつなんて、つって許せないから、このまま人生うまくいったりでもしたら私もぶん殴りってやりたい気分やな。噛んでんだよな。しかしドロシアの嘘にもついにボロが出るようになります。入居者7人の遺体が埋められていた施設の庭から異臭が立ち込めるようになったんです。下宿の入居者のうちの一人であるジョン・シャープはこう証言しています。あれは死体の匂いだ。自分は死体置き場で働いた経験があるからわかる。これらの証言がたびたび警察へ寄せられたことにより、ついに警察も本格的に捜査を始めるんです。殺人を秘匿し続けたドロシアの悪行もついにここで終焉かと思いきや、警察は油断してしまいます。警察が現場に到着して庭の捜索に入ろうとした頃、ドロシアは刑事にこう話しかけました。私は喫茶店に行きたいです。すぐに戻りますから。自身を70代だと主張し、弱々しい足腰で歩きながらも身なりが清潔で上品な貴婦人ドロシア。ヨボヨボなドロシアを見た刑事はこう思うんです。こんな礼儀正しい淑女が逃げるわけがあるまい。こうして警察は重要参考人であるはずの彼女の外出をみすみす許可し、ドロシアを逃がしてしまうんです。アルゴメトリーで紹介する警察って無能ばっかね、本当に。彼女もね、嘘うまかったんですけどね、70代だってね言い張ってたんですけど、本当は50代だったんですよ。全然違うじゃん。ここでもね、持ち前のね嘘を使って逃げることに成功したんです。警察を欺き現場を離れたドロシアはそのままロサンゼルスへ逃亡し、一軒のバーに入ります。するとドロシアはカウンターで一人酒を飲む客に声をかけます。その客は高齢の男性。なんと彼女は飽きもせず再び年金受給者に近づき、金を騙し取ろうと画策していたんですが、この頃にはテレビの報道でドロシアの存在が大騒ぎに。ドロシアに声をかけられた男性も彼女の正体をすぐに察知し通報。あっけなく逮捕に至りました。裁判の結果、シリアルキラードロシア・プエンテに言い渡された判決は終身刑。その生涯を檻の中で過ごすことになったんです。ようやくおとなしくなってもらって償ってもらわなきゃいけないわけですよ。でもですね、ここでもね、彼女の承認欲求はねとどまることを知らないんです。
料理が得意だったドロシア。彼女はその特技を生かし、シリアルキラーとクッキングという料理本を出版。なんと獄中でも印税で稼いでいたんです。何が何でも世間から注目されたいドロシア。しかしそんな見えっ張りでおしゃべりな彼女が最後まで黙り続けていたことがあるんです。それは犯行の手口。ドロシアが一体どうやって被害者たちに睡眠薬を大量摂取させたのか、そのトリックは依然として不明のまま。ドロシアは彼らは全員自然死でしたわと見えすいた嘘を主張し続けたと言われているんです。そんなドロシアも2011年獄中で死を遂げました。彼女の死因は自然死だったと言います。ドロシアが愛着障害になり底なしの承認欲求を持ってしまったのは、幼少期の親からの愛情不足だったことが原因なんです。人から愛されなかったがために犯罪者になってしまったドロシアなんですが、これは全く他人事とは思えない問題ですよね。他人から認められたい。これは現代の SNS 社会において目に見えてわかるようになってきた欲求とも言えます。メトラの皆さんも行き過ぎた承認欲求にはお気をつけて。まあね、承認欲求って難しい問題じゃないですか。絶対僕もあるし、少なからずあるわね。ヤミコさんにもあると思うんですけど、ここでねちょっと僕の好きな言葉紹介したいんですけど、アフリカのね民族の言葉で、早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行けって言葉があってですね、つまり一人でねやれることなんて限界あるんですよ。なので会社とかでも承認欲求強すぎると誰もついてこないじゃないですか。結局より豊かな人生を歩むためには自分の承認欲求と向き合うことっていうのがね必要なんじゃないかって僕は思うんですよ。それがね学べる動画だったんではないでしょうか。